いつもご視聴いただき誠にありがとうございます。釣りって学べるです。今回はベイトフィッシュ図鑑を解説いたします。すべての釣りにおいて大切な知識の一つに狙っている魚が何を食べているのかを知ることが挙げられます。ルアー釣りにおいても実際に何を捕食しているのかがわかることによってそのベイトフィッシュを模したパターンを考えてルアーを選択することができるようになってきます。また、フィッシュイーターが追い回す小魚は季節や場所によって異なります。今回のベイトフィッシュ図鑑を勉強することによって、その時の状況判断だけでなく、先を読んだ戦略や調校計画が立てられるようになってきます。最後までよろしくお願いいたします。今回紹介するベイトフィッシュは次の15種類になります。シラス、ウルメイワシ、カタクチイワシ、トウゴロイワシ、マイワシ、コノシロ、キビナゴ、サッパ、波の花、マアジ、ボラ、イナッコ、サヨリ、念仏鯛、マハゼ、スズメダイ。それでは、この15種類のベイトフィッシュについて解説いたします。シラスについて解説いたします。分類、ニシン目ニシン科、カタクチイワシ科の複数種の総称になります。学名、カタクチイワシ、エングラウリス・ジャポニカ、マイワシ、サルディノプス・メラノスティク、ウルミイワシ、エトルメウス、ミクロプス、別名、ドロメ、チリメン、シンコ、カエリ、ジャコ。北海道から九州南岸までの日本海、東シナ海、太平洋沿岸、瀬戸内海に分布します。シラスとは、氷中層に群れをなしている、体が透明で細長い稚魚の総称になります。それでは、それぞれのシラスの特徴は次の通りです。現在、シラスのほとんどはカタクチイワシの子供です。頭が丸くて下顎が上顎より後ろにあります。背びれと尻びれが接近しているなどの特徴があります。マイワシはカタクチイワシに次いで多く、特に春先を中心に見られます。頭が角張っていて、下顎が上顎より前にあります。背びれと尻びれが離れています。全体的に黒ずんでいるなどの特徴があります。ウルメイワシはシラス全体に占める割合は 1% 未満です。鼻先が三角形で尖っています。頭部に色素胞がないなどの特徴があります。中でもカタクチイワシ、マイワシ、ウルメイワシなどのイワシ類の稚魚は漁業の対象となるほど多く、時期や海域によってはアユ、ハゼ類、イソギンボ類などが混じります。最も分布域が広いのはカタクチイワシで、琉球列島と伊豆、小笠原諸島を除くほぼ全国の沿岸に出現します。マイワシがそれに次ぎ、ウルメイワシは南日本の太平洋、東シナ海沿岸に限られます。出現期が最も長いのはカタクチイワシで、特に夏から秋に多くなります。マイワシは春のシラスが主体ですが、年によっては晩秋から冬にも出現します。ウルメイワシは他のシラス類が少ない冬から早春に出現します。シラスは多くのフィッシュイターにとって魅惑的なベイトで、大きなマグロ類やカツオでもシラスに餌付いた群れは他の餌には見向きもしないほどです。マアジなどの動物プランクトン食性の魚もシラスを好んで捕食し、大型になるほどシラスを好む傾向が強くなります。ウルメイワシについて解説いたします。分類、ニシン目ニシン科ウルメイワシ属。学名、エトルメウステレス。別名、ダルマイワシ、ドンボなど多数あります。新潟県から九州南岸までの日本海、東シナ海沿岸、福島県から九州南岸までの太平洋沿岸、東シナ海中央部に分布します。瀬戸内海にも散発的に分布しています。沿岸から沖合の水深10メートルより浅い層を群れをなして泳いでいます。稚魚はシラス型で、駿河湾、相模湾では春シラス漁の主要な対象となっています。九州四国南岸では1歳で20センチメートル、2歳で24センチメートル、3歳で26センチメートル、4歳で28センチメートルと、1歳で24センチメートル、2歳で29センチメートル、寿命2歳という2パターンがあります。春から夏にかけて北上し、秋から冬にかけて南下します。回遊規模は他のイワシ類に比べて小さくなります。
ちなみに脂が乗る冬場が旬で、刺身はイワシ類の中で一番美味しいと言われています。カタクチイワシについて解説いたします。分類、2品目、カタクチイワシ科、カタクチイワシ属。学名、エングラウリスジャポニカ。別名、シコイワシ、シコ、セグロイワシ、ゴボウセグロ。北海道から九州南岸までの日本海、東シナ海、太平洋沿岸、瀬戸内海に分布します。カタクチイワシはたくさんのフィッシュイーターが好むベイトフィッシュの王様と言われています。全国の沿岸部に生息し、場所によっては周年回遊していますが、沿岸域に回遊しやすい時期は5月から11月になります。カタクチイワシの産卵期は春から秋までの長期間に及び、孵化した仔魚は透明なシラスの一種になります。餌の動物プランクトンが豊富な内湾や沿岸域で成長し、1歳で12センチメートル前後になって成熟します。寿命は2歳と言われ、最大で18センチメートルになります。様々なフィッシュイーターに食べられますが、旺盛な繁殖力で個体数を維持しています。トウゴロウイワシについて解説いたします。分類、トウゴロウイワシ目、トウゴロウイワシ科、銀イソイワシ属。学名、ドボアテリーナ・ブリーケリ。別名、トンゴロ、ウロコイワシ、イソイワシ、ほか。新潟県から九州南岸までの日本海、東シナ海沿岸、千葉県館山から屋久島までの太平洋沿岸、瀬戸内海に分布します。トウゴロウイワシを含むグループは、従来、ボラやダツに近いと考えられていました。脂も少なく、鱗ばかりが目立ち、ウロコイワシという別名があります。体長は10センチメートルから15センチメートル。春から秋にかけて大きな群れが岸に寄ってきます。内湾に入ってくることが多く、浅場の表層を大群で泳いでいるのが見られます。食べやすいサイズのせいか、高確率でフィッシュイーターが襲いかかります。特にスズキ、イナダやカンパチに威力を発揮します。マイワシについて解説いたします。分類、2品目2進化マイワシ属。学名、サルディノプスメラノスティク。別名、8センチメートル未満の場合、イワシ、七つ星、ヤシ、ヒラゴ。8センチメートルから12センチメートルは小バ。12センチメートルから18センチメートルは中バ。20センチメートル以上は大バと呼ばれます。北海道から九州南岸までの日本海、東シナ海、太平洋沿岸、瀬戸内海に分布します。食卓でもおなじみのマイワシの旬は、初夏から秋で脂が乗っていて非常に美味しい時期になります。日本各地の沿岸部にほぼ周年回遊し、フィッシュイーターの好物でもあります。稚魚はシラス型で、春シラス漁の対象魚でもあります。3センチメートルから4センチメートルで鱗が形成され、稚魚期に移行します。1歳で15センチメートル、2歳で20センチメートル、3歳で21センチメートル、4歳で22センチメートルになります。1歳で成熟し、寿命は8歳前後と、イワシ類としては長くなります。春、夏に餌を求めて北上し、秋、冬に越冬と産卵のために南下してきます。産卵期は南ほど早くなります。この城について解説いたします。分類、2品目2進化、この城属。学名、コノシラス、プンクタタス。別名、小肌、新子。新潟県から九州南岸までの日本海、東シナ海沿岸、仙台湾から九州南岸までの太平洋沿岸、瀬戸内海に分布します。体は側扁で体高が高いのが特徴です。体側には多くの小黒点が並び、胸びれの上部には縦長の黒斑を持ち、背びれ後端の軟条が糸状に伸びています。内湾の表層から中層を群れで遊泳し、動物、植物プランクトンを食べます。春から秋は湾岸の浅いところで過ごし、河川にも入ってきます。冬は水温が安定した湾口や湾内の深みに移動してきます。産卵期は5月から6月で分離不精卵を生みます。1歳で16センチメートル、2歳で21センチメートル、
3歳で24センチメートルになり、寿命は6歳と推定されています。成長が良いものは1歳で成熟し、2歳で全てが成熟します。3歳以上は少なくなります。3枚におろして酢で締めたものは、江戸前寿司のネタとして長い古い歴史を持ち、新子、小肌、この城と呼び名が変わる出世魚です。小さなものほど市場価値が高いです。内湾の遊泳魚を代表するベイトフィッシュで、スズキやサワラは20センチメートルを超える成魚も好んで捕食します。特に秋の湾王では、ルアーアングラーが最も意識するベイトフィッシュと言えます。キビナゴについて解説いたします。分類、ニシン目ニシン科キビナゴ属。学名、スプラテロイデスグラシリス。別名、ハマゴイワシ、ハマゴイ、スルル。島根県隠岐諸島から九州西岸までの日本海、東シナ海沿岸、鹿島灘から九州南岸までの太平洋沿岸、琉球列島に分布します。糞が尖り、体側に幅広い銀白色の縦帯を持つことが特徴です。熱帯域に分布の中心を持ち、南日本に多く生息します。岸近くの表層を群れで泳ぎ、動物プランクトンを食べます。熱帯域では周年にわたって産卵期を繰り返しますが、南日本では夏場が産卵期になります。浅くて潮通しが良い粗い砂底に大群で沈静粘着卵を産みつけます。産卵場の海底は卵と粗い砂粒が粘着した厚みがある板状の塊に覆われます。1歳で9センチメートルとなって成熟し、寿命は2歳と考えられており、最大で13センチメートルになります。岸近くの表層を群れで泳ぎ、動物プランクトンを食べます。生きたものは沿岸カツオ釣り漁業の生き餌として利用され、死んだものでも体側の銀体のアピール力が強いため、タチウオや根魚釣りなどの餌として重用されます。サッパについて解説いたします。分類、ニシン目ニシン科サッパ属。学名、サルディネラズナシ。別名、ママカリ、キイワシ、ハラカタ。北海道から九州南岸までの日本海、東シナ海、太平洋沿岸、瀬戸内海に分布します。内湾の浅い砂泥域や港湾域の氷、中層を群れで遊泳します。孵化した仔魚は透明なシラスで、マイワシやこの城のシラスととてもよく似ています。幼魚や未成魚は時に汽水域にも侵入し、河川内にも多くいます。1歳で成熟し、寿命は4歳、最大で20センチメートルに達します。沿岸部に回遊しやすいのは5月から11月になります。スズキやイナダが好むベイトフィッシュの一つです。岡山名物のママカリはこのサッパになります。波の花について解説いたします。分類、トウゴロウイワシ目、波の花科波の花属。学名、イソフロスマリス。別名、特にありません。新潟県佐渡から九州北西南岸までの日本海、東シナ海沿岸、千葉県小湊から鹿児島湾までの太平洋沿岸、伊豆諸島に分布します。体は著しく側変し、復縁が張り出してキール状となり、体高は頭部直後で最大となります。体側中央にある銀色の縦帯がビブで途切れずに、尾びれ規定まで達します。波当たりが強い岩礁性海岸の波打ち際の表層で小さな群れを作り、動物プランクトンを食べます。産卵や成長など生態の多くは明らかにされておらず、寿命は不明、最大で6センチメートルになります。磯に打ち寄せる波頭にきらめく魚影を波の花に例えてその名が付けられました。生息域が重なるヒラスズキが好んで捕食するベイトフィッシュです。マアジについて解説いたします。分類、スズキ目、スズキア目、アジ科マアジ属。学名、トラクルス・ジャポニクス。別名、ヒラ、アカアジ、ヒョッコ、ゼンゴ、ジンタ。北海道全沿岸から九州南岸までの日本海、東シナ海、太平洋沿岸、瀬戸内海、東シナ海大陸棚に分布します。ルアーターゲット、
アジングにもなるマアジも、またフィッシュイーターの好物でもあります。卵や致死魚は黒潮と対馬暖流によって運ばれ、5センチメートルから8センチメートルで着底します。生活圏を意にするいくつかの系群が存在し、成長は系群ごとに異なりますが、平均すると、1歳で18センチメートル、2歳で25センチメートル、3歳で29センチメートル、4歳で33センチメートル、5歳で36センチメートルになり、2歳で半数が、3歳で全てが成熟します。1歳魚以上は春、夏に餌を求めて北上し、秋、冬に越冬と産卵のために南下します。ボラ、イナッコについて解説いたします。分類、ボラ目、ボラ科、ボラ属。学名、ムギルセファルス。別名、ハク、オボコ、スパシリ。イナッコ15センチメートル前後。イナ30センチメートル前後。トド、ローゼイ魚。北海道オホーツク沿岸を除く日本各地に分布します。孵化飼魚は外洋の表層で動物プランクトンを食べて成長し、2センチメートルから3センチメートルの幼魚は冬から春に群れをなして接岸し、汽水域や河川に侵入します。この頃餌は付着藻類やデトリタス、海底に沈殿した微細な有機物粒子に変化します。1歳で20センチメートル、2歳で30センチメートル、3歳で40センチメートル、4歳で48センチメートル、5歳で52センチメートルとなります。主にシーバスのベイトとなるのがイナッコと呼ばれる稚魚です。サヨリについて解説いたします。分類、脱目サヨリ科サヨリ属。学名、ヒポラムフスサジョリ。別名、カンヌキ大型、鉛筆小型。北海道全沿岸、津軽海峡から九州南岸までの日本海、東シナ海沿岸、津軽海峡から土佐湾までの太平洋沿岸、瀬戸内海に分布します。冬から春の深瀬釣りのターゲットとしておなじみの魚です。スズキや青物の好物にもなります。沿岸の表層を群営し、汽水域にも入りますが、淡水域には侵入してきません。春から夏にかけて、アマモ、ホンダワ類などの藻場や流れ藻に集まって産卵します。孵化した稚魚は2センチメートルから3センチメートルになると、下顎が伸び始め、10センチメートル前後で成魚とほぼ同じ体型になります。オスは早いもので1歳の25センチメートルで成熟、メスは2歳で32センチメートルに達して成熟します。寿命は2年程度と考えられています。念仏台について解説いたします。分類、スズキ目、スズキア目、天竺大科、スジイシモチ属。学名、オストロヒンクス、セミリネータス。別名、金魚、年頃、赤ジャコ、シカラ、スジイセジ。山形県から九州南岸までの日本海東シナ海沿岸、千葉県から九州南岸までの太平洋沿岸、千葉県から九州南岸までの太平洋沿岸、瀬戸内海、慶良間諸島、宮古島に分布します。堤防や磯際によく見られる小魚です。最大で12センチメートル。障害物に身を隠すため、青物には狙われにくいですが、スズキやアオリイカの好物です。産卵期は7月から9月で、この時期にはオスとメスがつがいになって生活します。メスが数千から1万粒の卵塊を産出すると、すぐにオスが受精させてくわえ込み、孵化するまで口の中で保護します。孵化稚魚は 2mm から 3mm で、8mm を超えると各ヒレの定数に達して稚魚期となります。稚魚は周期に水深5メートルより浅いところで大群で現れます。1歳で成熟し、寿命は3歳から4歳と考えられています。マハゼについて解説いたします。分類、スズキ目、スズキア目、ハゼ科、マハゼ属。学名、アカントゴビウス、フラビマヌス。別名、ハゼ、カジカ、カズカ、カワギス、ゴズ。
デキハゼ、小型。北海道南部から鹿児島県枕崎までの日本海、東シナ海沿岸、有明海を含む、津軽海峡から屋久島までの太平洋沿岸、瀬戸内海に分布します。内湾や河口の汽水域の砂泥底に住むおなじみの釣りターゲットです。マゴチやヒラメなどの底で生息するフィッシュイーターが好んで食べ、クロダイやスズキの好物でもあります。4mm 前後の孵化仔魚は浮遊生活をし、動物プランクトンを食べて成長して、1歳で20cm 前後になり、産卵後一生を終えますが、成長が悪かった個体は越年して2歳魚になってから産卵することもあります。スズメダイについて解説いたします。分類、スズキ目、スズキア目、スズメダイ科スズメダイ属。学名、クロミスノタ。別名、オセン、アブッテカモ、ネコノヘド、カジキリ。青森県から九州南岸までの日本海、東シナ海、太平洋沿岸、瀬戸内海、伊豆、小笠原諸島、琉球列島に分布。ただし、秋田県、宮城県より北には少なくなります。防波堤や磯からの深瀬釣りでは定番の下道でよく釣れます。最大15cm ほどの小魚。スズキやアオリイカの好物です。産卵期は夏で、オスは岩場のくぼみなどに産卵場を構え、顔面をきれいにして清掃してメスに産卵させます。オスは孵化まで卵を保護し、近づくものを攻撃します。孵化仔魚は 2.5mm で浮遊生活を送り、5mm になると各ヒレが完成して魚器に移行し着底します。中、低層を群営して動物プランクトンを食べます。今回の授業は以上となります。ルアー釣りなどでルアーを使うために、まずはそのルアーが何の魚をイメージしているのかを知ることで超過アップできると思います。ベイトフィッシュ図鑑の授業はいかがだったでしょうか。何か一つでも参考になることがございましたら嬉しいです。Web3.0 時代に先駆けて Discord を使った新たな釣りコミュニティ、釣りシティを作っていました。釣り人が集まる仮想都市を目指しております。ジャンル問わず釣り好き同士で一つの街が作れたら楽しそうと思いやっています。登録方法は招待リンクを説明欄に貼っておりますので、そこからお入りください。これから主流になると言われている Discord に興味がある方がいらっしゃいましたら、一緒に勉強していきましょう。釣りって学べるは公式 LINE もございます。個別相談や情報発信の場として活用しております。釣りって学べるは今よりも一歩幸せにをテーマに5つの力を身につける授業を配信しております。釣り具や釣り場を選ぶ力、潮や天候を読む力、状況に合わせて変える力、魚を釣る力、釣り場を守る力。今日が人生で一番楽しい日です。釣りは参考になることはあっても答えはありません。自分の頭で考えて行動して改善していくことが釣りの上達や楽しさに結びつくと思います。これからも釣りを学んで幸せな道を歩んでいきましょう。この動画がいいなと思ったらグッドボタンやチャンネル登録よろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。